家族が健康で過ごせればそれで。銀行で出会う一人の少女。少しおどおどしていて話しかけられるだけでも緊張してしまう。かしこまりました。少々お待ちください。でもその笑顔にはどこか安心感があります。彼女の名前はちーちゃん。ヘテロシティ最大級の肉球銀行で働く銀行員です。ですが彼女のことをよく見ると、両手には包帯、肩には絆創膏、右足にも傷を隠すように包帯が巻かれています。最初は戦闘で傷ついたキャラクターなのかな、そう思っていました。ですが公式設定を調べると、その包帯には戦いとは全く違う理由がありました。そして最後にはゲーム内で彼女が願ったたった一つの願いにもつながっていきます。現在のちーちゃんはドボルザークグループ傘下肉球銀行のロビーマネージャー。見た目は新人インターンのようですが、腰の名札にはしっかりとロビーマネージャーと書かれています。公式プロフィールでも頼りなさそうに見えるけれど、口を開けばその印象は一変すると紹介されています。その理由は、銀行の規約を一言一句間違えず暗記しているほどの記憶力。見た目以上に努力家で仕事に対してとても真面目な女の子です。ですが接客は決して得意ではありません。ゲーム内で初めて出会った時もこんにちはと緊張しながら話しかけてきます。断られると落ち込み、失敗するとすぐ謝る。それでも相手を嫌いになることはありません。何度でも笑顔で話しかける。それがちーちゃんという人物です。ゲーム内で描かれるちーちゃんは派手な活躍をするキャラクターではありません。目立つ英雄でも世界を救うような存在でもありません。銀行で働き、街で暮らし、今日も誰かの役に立とうと頑張る。そんな普通の日常が似合うキャラクターです。だからこそ彼女の過去を知ると、今の笑顔がどれほど大切なものなのかが分かってきます。ちーちゃんが働く肉球銀行はドボルザークグループが運営する商業銀行です。ヘテロシティでもトップクラスの規模を誇り、街中でその名前を見ることができます。銀行のロゴにもなっている肉球はドボルザーク家が契約したアノマリー・ラードオンに由来するとされています。一方で現時点ではちーちゃん本人とラードオンとの関係は語られていません。彼女はただ真面目に働く一人の銀行員、それ以上でもそれ以下でもないのです。ですが公式設定を読み進めると、この穏やかな日常は決して最初からあったものではありませんでした。ちーちゃんが生まれ育った故郷は夜になれば明かりを消し、食べ物を探すだけでも命がけ。幼い頃から生きることそのものが試練だったのです。そしてその過去こそが彼女の体に残る傷跡、そして両手の包帯へとつながっていきます。今のちーちゃんからは想像もできませんが、彼女が生まれ育った場所はヘテロシティとは全く違う世界でした。夜になると街灯はなく、辺りは死んだような静寂に包まれます。そしてこの土地では光は希望ではなく危険の象徴でした。それはアノマリーが獲物を誘う光かもしれない。あるいは危険な外来の異能者とその武器が放つ光かもしれない。だから夜に光るものを見つけた時、人々が感じるのは安心ではなく恐怖だったのです。この土地では生きることそのものが試練のようでした。食卓に食べ物が並ぶことも当たり前ではありません。兄や姉と一緒に外へ出て野草やキノコを探す。それでも見つからなければアポチャと呼ばれるアノマリーを飼って食べるしかありませんでした。もちろん危険です。怪我をすることは日常茶飯事。それでも食べなければ生きられません。しかし
ちーちゃんは不幸な子供ではありませんでした。家には母がいて、兄や姉がいて、弟や妹がいました。夕食の後、母親が生まれたばかりの妹を抱き、歌を歌ってあやす姿をちーちゃんは静かに見つめています。そして自分も幼い頃同じように抱きしめてもらっていたことを思い出します。資料には母親がちーちゃんへ歌っていた言葉が残されています。この短い言葉からも母親が彼女を大切に育てていたことが伝わってきます。ですが、そんな日常は長く続きませんでした。ある日、ちーちゃんはアポチャに襲われます。必死に逃げ、転び、それでも家族のために食べ物だけは離しませんでした。資料には、その後どうやって家へ帰ったのか、本人も覚えていないと書かれています。ですが、一つだけ確かなことがありました。家族のもとへ帰り、食べ物を届けたこと、そして、異能者になってしまったことです。故郷にはこんな言い伝えがありました。アポ茶を食べ過ぎると異能者になる。真偽はわかりません。ですが、普通の食べ物を見つけられず、アポ茶を食べ続けたちーちゃんは、本当に異能者となってしまいます。そして、異能者は排除される存在でした。つまり、もう、故郷では生きていけない。そんな現実が、幼い少女へ突きつけられます。それでも、ちーちゃんが最後に使った異能は、誰かを傷つけるためではありませんでした。弟や妹のために、小さな花火を打ち上げたのです。突然空へ広がる光に、弟や妹は大喜びします。そう言って、誰が姉と遊ぶか言い争うほど、無邪気に笑っていました。この場面は、私がちーちゃんの設定で一番好きなシーンです。異能は故郷では恐れられる力でした。それでも彼女は最後の夜だけは家族を笑顔にするために使いました。翌日、母親はちーちゃんを海辺まで見送りました。船が彼女を新しい世界へ運びます。故郷が見えなくなるまで潮風の向こうから誰かの声が聞こえたような気がしました。こうしてちーちゃんは家族と離れ、一人で新しい人生を歩き始めます。母親と別れた後、ちーちゃんは行き先も決まっていない船へ乗り込みます。その船は決まった航路を持たず海を漂い続ける船でした。数日で来ることもあれば、半年経っても現れないこともある。ちーちゃんは異能者になってしまいました。けれど、その翌日には船が来た。不幸の中に訪れたたった一つの幸運でした。長い船旅を終え、ちーちゃんがたどり着いた場所、それがドボルザーク家の孤児院でした。そこには綺麗な服がありました。暖かいベッドがありました。そして毎日ちゃんと並ぶ温かい食事がありました。故郷では当たり前ではなかったものが、この町では当たり前だったのです。ちーちゃんはこの場所が大好きになりました。新しい友達もできました。ようやく自分にも安心して暮らせる場所が見つかったのです。ですが、ある日の夕食後、その何気ない一言がちーちゃんの心に深く残ることになります。どうして手を洗わないの？きれいにしなきゃ。おばさんたちに迷惑かけちゃダメだよ。もちろん、その子に悪気はありませんでした。むしろ、とても優しい友達でした。洗面所まで連れて行き、一緒に手を洗ってくれました。でも、ちーちゃんはその時、初めて気づいてしまいます。同じ服を着ていても、同じご飯を食べていても、みんなとは違う。私は、この町へ流れ着いた小さなネズミなんだ。資料には、この時のちーちゃんの心情がこう書かれています。誰かにそう言われたわけではありません。けれど、幼い頃から読んできた絵本の言葉と自分の境遇が重なってしまったのでしょう。だから、迷惑をかけないように、嫌われないように、ちゃんとしなきゃ、そう思うようになります。
それ以来ちーちゃんは何度も何度も手を洗うようになります。朝起きたらご飯の前に、ご飯の後に、遊ぶ前に、遊んだ後に、石鹸は3回、指の隙間も爪の間も決して手を抜きませんでした。その優しさはやがて自分の手を傷つけるほどの習慣になっていきます。両手は荒れ、包帯を巻くようになりました。孤児院の職員は心配し、友達も優しく手に息を吹きかけて、痛くない。と声をかけてくれます。すると、ちーちゃんは笑って答えました。痛くないよ、覚えたよ。彼女が言った、覚えた、とは、手を洗わなきゃいけない、ということでしょう。もう迷惑をかけないように。もう嫌われないように。傷は、やがて治りました。それでも、包帯を巻く習慣だけは残りました。笑顔でお客様を迎える銀行員。その両手に巻かれた包帯は、戦いで負った傷ではありません。誰かを傷つけた証でもありません。大切な居場所を失いたくなかった。新しい家族や友達に迷惑をかけたくなかった。そんな、ちーちゃんの優しさが形となって残ったもの。それが、今も巻き続けている両手の包帯だったのです。けれど、新しい居場所を見つけても、ちーちゃんの心には、ずっと変わらない思いがありました。故郷に残してきた家族です。毎月欠かさず送り続ける手紙。返事が来ることはなくても、それでも送り続ける理由とは？包帯の理由が分かっても、ちーちゃんの物語は、まだ終わりではありません。彼女には今でも、決して欠かさない習慣があります。毎月のお給料日、ちーちゃんは、銀行で給料を現金へ変えます。そして、薄い束と厚い束に分けます。薄い方は自分の生活費、厚い方は故郷へ送るためのお金でした。この場所ですか？直行便はないですね。何度も転送されると紛失する可能性が高いですよ。届く保証はありません。それでもちーちゃんは毎月送り続けます。故郷は地図の中でもほんの小さな場所でした。ヘテロシティから船に乗り、新しい町へ着いたら列車へ、さらに別の町へ着けばまた乗り換える。飛行機を使ったとしても最後は長いバス移動。家へ帰る道はとても遠く、とても長いものでした。ちーちゃんは何度も地図を開きます。帰るために必要なお金、道中の費用、そして家族がもう二度とアポチャおからなくてもいいように暮らせるだけの貯金、それを何度も何度も計算していました。だから今日も働きます。笑顔で少しでも早く帰れる日が来るように。家へ帰るとちーちゃんは郵便受けを2回叩きます。これは幼い頃兄弟姉妹だけが使っていた暗号。言葉で伝えられないとき、互いの居場所を知らせるための小さな合図でした。けれど、今日も返事はありません。毎月そうでした。郵送控えが1枚、また1枚と増えていきます。資料にはこう書かれています。毎月そうだった。たった一言。けれど、その言葉の重みはとても大きなものでした。故郷では夜に光るものは危険を意味していました。アノマリーかもしれない。武器の光かもしれない。だから夜は恐れるものでした。けれど今、ヘテロシティの夜は違います。街の明かり、走る車、人々の暮らし、その光をちーちゃんは静かに眺めています。資料にはこんな一文があります。ちーちゃん、ちーちゃん、幸せになってね。母の歌を思い出しながら、ちーちゃんは記憶に残るぬくもりを小さな声で口ずさんでいました。家族は今も元気なのか、手紙は届いているのか、その答えは誰にもわかりません。それでも、ちーちゃんは来月も手紙を書きます。返事はなくても、故郷へ帰る日はまだ遠くても、ちーちゃんには今も変わらず続けていることがありました。
資料にはちーちゃんが毎日書き続けている日記が残されています。そこには嬉しかったこと、困ったこと、今日食べたもの、そして季節の移り変わりまで丁寧に書き記されていました。春の最初の晴れの日、夏の最初の晴れの日、秋の最初の晴れの日、そして冬最初の雪、その一つ一つを忘れないように記録しています。一方で雨の日は好きではありません。故郷では雨が降れば食べ物を探すことが難しくなり、病気になる危険もありました。その記憶は今も彼女の中に残っています。ある日、主人公と遭遇したナクペイダの泉。コインを投げたらナクペイダが願いを叶えてくれるらしいよ。いいんです。通りかかっただけですし、それに願い事は叶わなくても大丈夫です。ちーちゃんは何をお願いしたの？願い事を尋ねられたちーちゃんは少し考えて静かに答えます。家族が健康で過ごせればそれで。ただ自分のことではありません。お金でも出世でもありません。たった一つの願い、それは深いわけがありそう。家族の幸せでした。資料にはこんな一文があります。ちーちゃんはヘテロシティの雪の日が大好きだ。雪は白くてとても綺麗だから。故郷では夜に光るものは恐怖の象徴でした。けれどヘテロシティで降る雪は静かで優しく街を白く包み込みます。その景色を見ている時だけはちーちゃんも心から笑えていたのかもしれません。でももうやんじゃいそうですね。ヘテロシティではよく降るよ。じゃあまた今度一緒に遊べますか？もちろん。明日も雪が降りますように。返事は来ない。帰るにはまだ時間がかかる。それでも毎月手紙を書き、仕送りを送り、今日も笑顔で働き続ける。それがちーちゃんの選んだ生き方でした。笑顔の銀行員、その生き方には彼女がこれまで積み重ねてきた時間があります。家族を思い、いつか帰る日を信じて今を生き続けているから。だからちーちゃんは今日も笑います。母が歌ってくれた子守歌、その願いはきっと今も彼女の中で生き続けています。ここまで見てくれた方、本当にありがとうございます。現状、ちーちゃんの情報が少なくて判明していないこともまだまだあります。ですが、すでにここまで資料に物語が隠されていました。NT ゲーム面だけでなくストーリーも面白いですよね。もし好評でしたら他のキャラクターも深掘りしていきたいと思います。最後に見逃さないためにもチャンネル登録よろしくお願いします。モチベーションにもつながります。あなたはちーちゃんの笑顔をどう受け取りましたか？ぜひコメント欄で教えてください。それでは。